はい、前澤です。今日は皆さんから募集をしました質問に答えましょうという動画です。たくさんのご質問ありがとうございました。インスタとツイッターに本当にたくさん来ました。その中から今日はですね、いくつかお答えしていきたいと思います。全く訓練してない人が無重力空間、宇宙に来たらどうなってしまいますか？無重力訓練は僕も1回しかやってないので、だから全員が素人で無重力空間に来るので、みんなスタートラインは一緒です。最初はいろんなとこ頭ぶつけたり腰ぶつけたりして少し怪我しました。トイレの動画が上がっていましたが、うんちはどこへ行くんですか？うんちはそういうタンクがあって、そのタンクの中に溜まります。何ヶ月に1回ぐらい地上から荷物だけのロケットを打ち上げるので、それをステーションの中に全部入れるじゃない。そうするとその貨物船は空になります。でその空になった貨物船に今度はステーション内でいらなくなったゴミを捨てるわけ。ゴミでいっぱいになった貨物船は地球に帰ります。ただし地上まで帰れません。再突入する際に何千度っていう熱が発生する関係で、ほとんどそのロケットが原型をとどめないぐらい燃えちゃいます。うんちもタンクの中に入ってで貨物船に積まれ、もう灰になると。宇宙に行って一番感動したことは何ですか？地球を見ている時の日の出日の入りのあまりの綺麗さに感動しました。あとは初めて宇宙に到達した時に国際宇宙ステーションが目の前にドーンって出てきた時も感動しました。逆さに浮いたら頭に血が上りますか？どういう格好をしてても頭に血上ります。今だからこうやって上向いてるように見えるでしょ。けど血はもう上に行ってることが多い。どこをやってもこう逆さっていうね感じがしないんだよね。どうやって帰ってくるの？地球上から宇宙に行く時はものすごい地球上から飛び立つにはパワーがいるの。一方宇宙から帰ってくる時は全然力いらないの。ちょっとピャって噴射するぐらい。一番の難関はその大気圏を超えるとこです。時速2万キロとかでこう入っていくわけ。ものすごい熱にさらされるので、耐熱構造のしっかりとした機関船で、そこを越えでそれを越えるともう楽で、あとはパラシュート開いて下にゆっくり降りてくるっていう、そういう帰り方になります。前澤さん、T シャツ短パンだけど寒くないの？ステーション内はほぼ23度から4度ぐらいで温度が統一されてます。ずーっと短パン T シャツでほぼいます。無重力で回ってしまう状態にありますが、回転椅子の訓練は役に立ったんでしょうか？確かに回転椅子で感じてた、なんつうのかな、グワングワンっていう感じが宇宙に着いた初日とか2日目3日目ぐらいまでは続いたんだよね。その気持ち悪さを我慢して吐かないようにするっていうのが訓練の意味だったのかなっていう気が今からするとします。秒速 7.7km の ISS ですが、その中にいて速さの体感はできますか？全く感じません。何の振動もないし、風を切る音もないし、何にも感じないです。1日は地球と同じように24時間で生活しているんですか？はい、その通りで、国際宇宙ステーションの中の時間は GMT 時間、ロンドンのグリニッジ天文台の世界標準時間と一緒で動いてます。ずっと浮いてるってどんな感覚ですか？説明してください。これがね、だから言葉に説明できてたら宇宙っていうのは神秘的じゃないんだと思うんだよね。なんとも言えないこの感覚だからこそ魅力的だし魅惑的だし神秘的なんだと思うんだよね。なんか俺はけど、もしかしたらお母さんのお腹の中にいた感覚に近いのかなっていう気がしてます。宇宙で一番辛いことは何ですか？やっぱりご飯が宇宙食に限定される、たまにはさラーメンとか焼肉とか食べたいじゃん。けどほとんど毎日缶詰で、12日しかいないんだけど、少し飽きてきたところはあります。喉は渇きますか？水はちゃんとあるんで豊富に、豊富って言ってもここで作り出したりしてちゃんと努力して作ってるんだけど、喉は大丈夫です。普通の地上にいるのと湿度も変わりません。宇宙では疲れないんですか？無重力だから筋肉を使う量は多分地上より全然少ないと思うんだけど、例えばこうやって動いたりしてる時に危ない危ない危ないみたいにこう変な筋肉がこわばらせちゃって変なところが疲れちゃうっていうのはあるかもしれない。思ってたのと違うっていうことはありますか？いや、期待通りだし期待以上だし、一つあるとしたら地上で見るよりものすごい星空が綺麗なんじゃないかなと思って期待してきたんだけど、実は星空全く見えてません。
今たまたまその白夜って言って昼がものすごい長い時期みたいで、なので夜景とか星空があんまり思ってたほど見えなかったのは少し残念でした。熟睡できてますか？よくぞ聞いてくれたって感じで、あんまね寝れないです。寝る時もまあ今みたいにこうやって浮いた状態で寝るわけ。この無重力の中だとこう接点がないわけ。どこにもこうついてる感じがしないっていうか不安になるんだよ。だからあんまりこう熟睡できてない気がします。お風呂やシャワーはどうしてるんですか？シャワーはないです。僕はもうウェットタオルでこう拭いてます。もともとあんまり体汚れないタイプなんで、宇宙ゴミはステーションから見えますか？ステーションから宇宙ゴミが見えたことはないです。もしステーションから見えるレベルで宇宙ゴミが飛んできたら、それはもう結構危険な状態なので、ステーションの軌道を少しだけ変えて、そのゴミと当たらないように工夫をしているそうです。宇宙に行くという夢を持ったきっかけを教えてください。すごい辿ると、小学校高学年ぐらいの時に70年に1回とかしか来ないハレー彗星っていう彗星が世界に接近したので、星とか天体とか宇宙に興味を持つきっかけになりました。約7年前ぐらいに前澤さんついに宇宙に行ける時代になったのご存知ですかみたいにある人からこう誘いを受けて、小学校高学年ぐらいの時にハレー彗星にすごい魅了されてたのを思い出して、宇宙に行ける時代が来たんだって言って、もう本当にすぐさま超興味ありますって言って話を詳しく聞いて、もうすぐ契約するに至りました。なんで7年がかりでこの旅行は実現したんで、未確認飛行物体は見えましたか？探してんだけど見えないですね。地球から持ってきたものは何ですか？手土産とか持参しましたか？このステーションがこういう感じで結構殺伐としてるんだよね。こう倉庫っぽいっていうか機材の山っていうかね。俺はほらすごいアートが好きで、家の中もアートだらけにしたりしてんだけどさ、アートがあるとやっぱりこう癒されるわけだから、ステーションにもアート持ってきたら宇宙飛行士の皆さん喜んでくれるかなと思って、実は井田幸正さんっていう日本の作家さんのアートを1枚持ってきました。ステーションに置いて帰るんで、飛行士さんが好きな時に好きな場所にかけてくださいねっていうことでプレゼントしました。宇宙酔いはしましたか？宇宙酔い、名付けてモーションシックネスって言うんですけど、宇宙に到達して 2,3 日は宇宙酔いの状態が続きました。ずーっと頭に血が上って頭がぼーっとして、かつなんていうのかな、回転椅子とかコーヒーカップみたいのに乗った後のフラフラする感じが続きました。でそれもなんかだんだん結果慣れてきて、今はなんともないんだけど、今後皆さんも宇宙旅行行く際は必ず最初の数日は宇宙酔いで、結構しんどくなるんで、そのスケジュールも加味して予定は組んでいかれるのをお勧めします。キャッチボールの変化球は投げられますか？ちょっとやってみたけど投げると普通に曲がった。時間感覚ってどんな感じですか？地上と変わんない。ただ、窓も少ないし、1日に16回朝と夜が来るので、パッと外見ても今何時だかさっぱりわかんないです。宇宙にこんなものあったらいいな、作りたいなって思うものありましたか？トイレ、俺ウォッシュレット大好きだから、ウォッシュレットのトイレは将来欲しいなっていうのと、あとなんでこんな窓少ないんだろうっていうぐらい窓が少ないんだよね。飛行士たちがやっぱ窓見たいからさ、窓が前が結構渋滞しちゃう。だからもっともっとなんか開放的な空間があればいいのになっていうふうには思いました。あとやっぱ日本人だからこう和室とかあるといいなと思います。重力がない生活と重力がある生活、どっちがいいですか？重力がある方がいいね。ここに何年も住めって言われると結構きついかなと思う。ただこうやって宇宙にどんどん人が出ていって無重力に慣れてきちゃうと、人がねこう猿から人間に進化したみたいに、人間もこうなんか宇宙人みたいにさ、どんどん進化していく可能性ある。頭の重みが首にかからないから、もしかして肩こりってしないんでしょうか？確かにね、肩こりしづらいけど、無重力で自分の体をこうなんつうのかな、ちょっと維持しようとしちゃうから、変なところがつりそうになる分、普段の肩こりの場所と違う場所が凝ったりします。ということで、たくさんのご質問いただきましてありがとうございました。これまた地上に帰ってきたら、帰ってきてどうとかいろいろ質問も出るだろうから、質問動画第2弾もまた、地球に帰った後にやりたいと思いますので、また募集かけますので、皆さんどしどし質問してください。ということで、ありがとうございました。